番組は絶賛放送中のテレビアニメ「俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎる」のラジオです。春崎千和を演じます赤崎千夏と冬海愛を演じます茅野愛でお届けしていきます。前半戦スタート。 Hello 今お昼下がりですよ。お昼下がりいやさっきねこれには訳があって、ワッフルを食べたせいだと思いますね、私今のなっちゃんの。なんでどういうことワッフル食べたらこうなっちゃうの？昼下がりって感じするじゃん。なんかでワッフル美味しかったんだよね。美味しかった。なっちゃんホワイトチョコだったね。そう、私ねスイートポテトだった、どうだった？ポテトが挟まってたの？なんかね、そう、ワッフルしてなんか2個に避けて、避けてって言い方悪いな。避けて2つがこうなんかなんで言えばいいの？ハンバーガー的な感じになってたってこと？ワッフルとワッフルで挟んでるわけではないのかな、あれ。じゃないの？なんかちょっとなんでしょうね、ちょっとうまい具合に、ちょっとねくっついてんの。ちょっとくっついてんの？ちょっとくっついててビャってなんか分かれてて、その中にクリームとスイートポテトがニャチャって一緒に入ってる感じ。美味しそう。でも美味しかったよ。じゃあそれもあってなんかさ、なんだろう、午後のアフタヌーンティー的なそうだね感じかなみたいなね、よかったよ雰囲気でお届けしたいと思ったらなっちゃんのシャシャっていうのそれワッフルのせいだったのね。ワッシュする？あ、そう、何なっちゃんはなんか肉まん食べてたじゃん、そういえば。何ダメ何、先週の名残なの？違うちょっとお腹減ったなと思ってちょっとコンビニで肉まん買ってきてたのを忘れてて、ワッフルがありますよって言ってスタッフさんが言ってくれたから、でもワッフルの前に肉まんは食べないといけないと思って。まあデザート的な感覚でね。そうでも作家の長田さんは逆の感覚だって言って、ワッフルを食べてから肉まんをその場合食べたい。私もね長田さん派かな。そうなの？待って、甘いものよりも私しょっぱいもの最後が好き。食事した後にじゃあデザートで締めようっていうことにはなんないの？コーヒーがあれば大丈夫かな。おっとな。私甘いもの食べるときにコーヒーがないとね、食べれないんだよね。なんでなんだろうって思うんだけど。やだ、なんか大人です。なっちゃんはあんまりコーヒー飲まんの？ワッフル食べる時も一緒に飲んでたの蜂蜜柚子的なやつだったもん。だって喫茶店で一緒に働いてた頃はコーヒー散々運んでたじゃない。運んでただけだね。なんかさ、休憩中にさ、何飲んでた？いつもアイスティー。アイスティーだったんだ。絶対アイスティーだった。コーヒーはもう持っていかなかったな。私絶対コーヒーか、たまに飲ませてもらえるココアとか大好きだったと思う。ココアあったあった。美味しかったよね、ココア。あれ美味しかった。完全に打ちますいませんね。ココアもすごいね。鍋でこう練り練りするの。そう、お鍋で本当にその粉からこう牛乳でしっかり作るココアで、超クリーミー。美味しいの。でもすっごい高いんだけどね、ココアね。800円ぐらいだったっけ？いや結構したと思う。800円はしたね、多分。なんか懐かしいね。いやその頃からじゃコーヒーは飲んでなかったってことね。あんまりね飲まなかったね。ティーが好きでしたよ。いやでもいつも差し入れありがとうございます。どうもありがとうございます。本当に。という感じで、そういえばさ、なんだい？この前雪降った関東地方はねすごい雪が降ったんですよ。すごいことになってたけど大丈夫だったの？ちょっとツルツルしたくらいかな。ツルツルした。なんか雪が降ってて、こうなんか滑りそうなところがあると、本当に滑るの？ツルツルってやりたくなんない？ちょっとわかる気がする。わかる。滑んないんでしょ？うわーでもさ、降りたては大丈夫じゃん。そうだね。サクサクしてるから。サクサクってしてるからいいけど、やっぱ次の日からだよね、問題は。そうだね。一回ちょっと溶けて、それがまた固まって、氷になっちゃうと、それがツルツルしちゃうんだよね。未だにまだ残ってるじゃない？あるあるある。本当危ないよね、あれね。結構凍ってるしさ。なかなかなくならないね。ってさ、降るの？どれぐらい降るの？地元鹿児島はですね、ワンシーズン冬に1回か2回は降るよ。なんか全然降らないって思われてる節があるんですけど、意外と降るのよ。降るんだ。でもね、雪が降るとね、すぐね、学校がね、ちょっととりあえず登校するの待ってくださいみたいな感じになる。なんでそんなにいっぱい降ってるわけじゃないのにってこと？なんかね、弱いんだろうね、多分。耐性があんまりないから。そっか。そう、結構ちょっと自宅待機ですみたいな。
結構大事になっちゃうわけだ。なっちゃう。だって自転車で登校する子たちもたくさんいるから。危ないからね。そう。まあ、それは、うん確かに雪の日に、うんなんだろう、自転車で走ってる人見て、ちょっとどうしたって思うもんね。でも結構いるよね、雪の日に自転車で走ってる人。滑ると思います。私もびっくりしたよ、本当に。うんあの人たちは、まあね、もうやむを得ずね、うん朝出て、そのまま帰ってるのかもしれないけど、命に関わると思って。危ないよね。気をつけてくださいね。愛ちゃんはどうだった雪の日は。私もね、仕事で、外にはいたんだけど、なんとか帰れてね、問題なく。でも、もう帰りになってると、だいぶもう積もってて。そうだったよね。もう夕方にはもう10センチぐらい積もってましたよね。夕方には結構積もってたから、これは、と、家に帰って、うち犬いるからさ、ドアをパーって開けて、あーんって呼んだら、って来て、そのままね、雪に埋まった。どういうことダイブした、雪に。それは喜んでダイブしちゃったの？で、私が帰ってきたから喜んで、入って、勢い余って突っ込んで、そしたらね、動かなかった。もうね、呆然。初めて犬が呆然とする、なんかこう、表情を見たね。こう、なんだろうね、と、思いがけなかったんだと思うの。自分が埋まるとも思わなかったらしくて、ちょっとこう、雪に埋もれたままこう、何これ私の顔をずっと見て。ちょっとどういうことみたいな。でも、なんか雪はほら、なんか犬はさ、歌があるようにさ、駆け回るのかなって思ったの。そうだね。だから、はーってすごい喜んで、雪の中をね、走ってくれるのを私はちょっと期待してたからね、思ったよりね、こたつで丸くなってる方が多いなっていうね、うちの犬、そんな話がね、したかった。いいね、ペットかわいいよね。でもあんまり雪は好きじゃないみたい。その後にもう一回外出て雪の上に置いてみたんだけど、やっぱり。置いてみたって。よいしょって。そう。これなんかもう一回チャレンジさせようと思ったの。で、上に置いてみたんだけど、やっぱり今度はね、震えてた。かわいそう。でも室内外の子はそうなのかもね。なんか外で飼ってる子は割とこう、ってなりそうな気はしなくはないけど。うちね、散歩も嫌いだからさ。散歩嫌いなの、うちの珍犬。しい、それ。なんかね、すごい外に置いて、いつもバッグで運ぶんだけど、バッグをこうやって下ろして、はい行くよって言っても、全然出てこない。やだみたいな。そう、やだって言う。で、歩いてても止まって、足こう踏ん張ってさ、もうこれ以上行かないってやるの。そんなに歩きたくないんだ。嫌なんだって。で、なんか、って言ってこうやって結局抱っこして行ったりするんだけど。大丈夫？それ肥満体型になるんじゃない？いや、全然太ってないよ。最近ささみをフードに混ぜるようになったらちょっと痩せちゃったぐらいだね。そうなんだ。なんか、不思議なワンちゃんだね。なんかね、散歩嫌いな犬なんて私も聞いたことなかったからさ、ちょっとびっくりしてる。まあ、だって、そんなワンちゃんの話もあったんですけど、ちょっと俺修羅の話に戻しますと、なんと俺修羅のアニメを見られる地域が、さらに増えたという情報がございます。これ以上増えちゃうの？すごいよね。今放送されて、見れるところを今紹介するね。東京 MX、栃木テレビ、群馬テレビ、テレビ神奈川、千葉テレビ、テレビ埼玉、テレビ愛知、RKB 毎日放送、北海道放送、朝日放送、BS11、ニコニコ動画、バンダイチャンネル、そして、楽天ショータイムで見られます。へー。楽天ショータイム。おー！俺修羅がバーンと。ほんとだ。パソコンですごい。14箇所っていうかもうこれ、局が修羅場すぎるみたいな感じ。どんだけなのこれ。こんな多いのってなかなかないですよね。すごいですね。ぜひ何回も見てください。よろしくお願いします。じゃあ、そろそろ参りましょうかね。ラジオの婚約者と幼馴染が修羅場すぎる。最後まで聞くと、モテまくりになるかもだよ。赤崎さん。なんでしょう？なんかいろいろ来てるんで、読んでいいですかね？ぜひぜひよろしくお願いいたします。読むぞ。よろしくですよ。ラジオネーム光の守護神さんからいただきました。かっこいい。前回の赤崎さんのモテカワードテストにて、赤崎さんの
わーおが炸裂してました出ね。た。第4回では、この技術いつ使うのよ、と嘆いていましたが、割とすぐ使えましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。今後もさらに自主的に自主規制音が炸裂するトークを期待しています。それおかしいっすよね。あともう一つ来てるよ。お、ほんと？東洋の悪女さんからいただきました。またかっこいい。この前のモテカードテストで、ちい様がワーオの効果音を出されていましたが、完成度が高くて驚きました。嬉しい。質問がホテルうんぬんという内容だったので、てっきり放送に載せられないことを答えて、ディレクターさんが隠すために効果音を載せたのかと思いました。さすが、腕ありますね。やったっていただいてますよ。ー！嬉しい。それ本当に上手だよね。愛ちゃん、この技術を習得したい。いや別に言ってないけどね。今何の話の流れしたい。ま、でもそうね、私もこれでワーオって書いてあって、そういう風に読めなかったのがね、ちょっと残念だなと思ったので、私も自主規制するときに使いたいから、ちょっとなっちゃんに教えてもらおうかな。じゃあちょっと一回ちょっとやってみてじゃあ。いくよ。わ可愛さ満点なんですけどね、こうちょっと、若干のこう、アホっぽさが足りないというか。なんでアホっぽいなんかね、すごいね、ピンクな感じでやってみて、ピンクな感じ。ー。わー。あ、でも近づいた。なんかその、わーに行く前のうが良かった、今。私の中ではピンクな感じはこういうイメージだよ。なんかすごいね、効果音がなんか、ベレレーみたいなのが流れてきそうな雰囲気。じゃあ、もっとさ、セクシーなピンクってこと？ちょっと、なっちゃんが言った後に私もやってみるから、なっちゃん言ってみて。じゃあ行きますよ。やっぱできないな、なっちゃんみたいに。なんかね、和のところでね、ふわーみたいな感じに、なんかね、夢が広がりんぐな感じ。なんか手をつければいい？あ、やってみて、やってみて。か。いいんじゃない？いいんじゃないです？だいぶ。なんで苦笑いしてる多分今ラジオで聞いてる方たちはわからないけど、この手を、とりあえず前に持ってきて、グーの状態から、ワーオと同時に、こう、パーにゆっくり開いて、円を描くように。円を描くように外側にこう出す。ワーオね。ワーオ。でもちょっと私も、ちょっと練習していくわ。あ、ほんと？これから。じゃあ期待してるね、また。ちょっと、なかなかなっちゃんみたいにはうまくいかないけど、とんでもない。なんとかやってみるよ。何かの時に使いたいと思います。楽しみにしてます。炸裂するトークを期待してるとのことなので。ただ炸裂しちゃダメだよね、それ多分。あんまさせない方がいいやつだよね。自分に被せていくからね。いやー、面白いな。この番組は、ノーゲームノーライフゼロ制作委員会の提供でお送りしました。